皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。地上波のニュース報道においては大きな出来事しか取り上げてくれません。ですからこのチャンネルでぜひともウクライナ情勢についての情報をアップデートしていってください。まず最初に取り上げるのはウクライナ軍による遠距離攻撃。今日もまた各地に対する攻撃を行っています。ただし、これはロシアによる攻撃がよりエスカレートしていることに対する対応です。先日、ウクライナの政府庁舎に対するミサイル攻撃が発生しました。攻撃に用いられたのはロシア製のイスカンデルミサイルです。政府庁舎に対する直接的な攻撃は今回が初めてとのこと。首都キーウに対する攻撃は連日のように行われていますが、このように直接的に政府中枢を狙ったのはロシア軍がいかに平和を望んでいないかの証拠だと言えるでしょう。なお、ウクライナによる反撃攻撃はロシアの政府庁舎やもしくは一般市民を狙ったものではありません。ロシアの石油関連施設やロシア軍の使用している軍施設などに対する攻撃を行っています。ロシア軍が一般市民を積極的に狙う事例といったものは頻繁に発生しています。9月9日、ロシア軍はウクライナ東部ヤロバという集落において年金受給者が集まっている地点を空爆し、死者が20人以上発生しました。おそらくロシア軍の偵察によってある程度人が集まっている様子を見て攻撃を行ったのでしょう。しかし、年金受給者ということもあって当然のように軍服姿で出歩いているわけではありません。単純に多くの人々が集まっていればより多くの人々を殺害できると考えての攻撃でしょう。このような一般市民に対する積極的な攻撃というものは戦争犯罪です。また、どの地点に対する攻撃を行うかはかなりふざけているのではないかと思える事例もあります。こちらの写真はウクライナの牧場に対する攻撃が行われ、馬が7頭殺されたという場面を映したものです。牧場は当然のように軍事施設ではありません。また、広い放牧場においては人々が集まるといったわけでもありません。ロシア軍の攻撃対象の選定はかなり現場の気まぐれによっても左右されるかもしれません。繰り返されるロシア軍による民間人殺害。これに対してトランプ氏はこのように反応しています。対ロシア制裁の強化を警告。ウクライナへの最大規模の空爆受け。ロシア軍の攻撃では少なくとも810機のドローンとミサイル13発が使用されたとされています。こうした事態にロシアに対してより強力な対応を取るよう西側諸国に求める声が高まっている。これに対してロシアのペスコフ報道官はいかなる制裁も我が国の大統領が繰り返し表明してきた一貫した立場を変えるようロシアに強いることはできないと述べた。トランプ大統領は空爆を受け、この全体的な状況に自分は満足していないと記者団に語った。トランプ氏はこれまでにもロシアに対してより厳しい措置を取ると警告してきた。しかし、プーチン氏はトランプ氏が設定した時期や制裁の脅しを無視し、トランプ氏も実際に対応を強化するには至っていない。記者団からロシア政府を罰する第2段階に移行する用意はあるのかと問われたトランプ氏は、ああ、用意はあると答えたものの、詳細は明らかにしなかった。残念なことではあるのですが、ロシアによる攻撃が繰り返され一般市民が亡くなる。その都度トランプ大統領は、ロシアに対して強く出るぞと、口にはするものの何もしないということがこれまでずっと続いてきました。大統領就任以来ずっとです。一方、ウクライナはロシアとの戦いを続けるためにも自国産の兵器の開発といったものを進めています。ウクライナのゼレンスキー大統領は軍が使用する兵器のうち自国産が占める割合が約6割に達したと明らかにした。今後、特に防空システムの国内生産や他国との共同生産に力を入れる考えを示した。ウクライナは国産兵器の開発を加速させている。最近では最大射程約3000キロの新型巡航ミサイルフラミンゴを開発。製造するウクライナの企業がデンマークに製造拠点を置くことが報じられ、防衛企業の国外展開の動きも出ている。一方、ロシアも兵器生産を拡大している模様だ。ウクライナ国防省情報総局の報道官は、ロシアが無人機の生産を加速させ、月に最大2700機の生産が可能だと述べた。無人機やミサイルによる大規模な攻撃が相次いでおり、防空体制への脅威として米欧に支援の強化を求めている。こちらの映像はクリミア半島におけるロシア軍のレーダー施設や移動式レーダーについてこれを撃破したという映像。特に南部戦線ではこうした前線後方地の対空兵器やレーダー施設に対する攻撃が成功させ、これまで出番の少なかった大型ドローン
バイラクタル TB2 が地上部隊の支援攻撃を行えるようになってきています。また、繰り返しロシアの石油関連施設に対する攻撃を行うことによって、クリミア半島やロシア軍占領下の地においては、燃料の供給が大幅に制限される事態に陥っています。こちらの写真はロシアのガソリンスタンド。本来であれば値段が書いてあるところに00が並んでいます。これはそもそも販売することができないよということを示しているものです。また、供給されているところにおいても、量が少なかったり、他のガソリンスタンドが閉鎖されているといったこともあって、一部のガソリンスタンドにお客さんが殺到する事態になっています。他にも、ガソリンスタンドそれ自体が供給不足ということを念頭にして、高値に釣り上げるといったことも行われていることから、該当地域における不満が高まっています。ただし一方において、大都市圏に向けての供給といったものは切らさないようにとロシア政府は気遣っているようで、これまでの生活を続けられている地域と見捨てられた地域における落差といったものが激しい状況に陥っています。続いて、ウクライナを支援する国の首脳の言葉。トランプ大統領は口だけでロシアに対する制裁は行っていません。一方で、ウクライナに対する支援を続けているドイツのメルス首相はこのような認識を持っています。ウクライナはプーチン氏の征服計画の始まりに過ぎない。ドイツメルス首相。メルス首相は、帝国主義的な計画はウクライナの征服で終わるのではなく、むしろそれは始まりに過ぎないと警告した。メルス氏はドイツの大使らが参加する会議で、我々は日々、ますます激しくなるロシアのハイブリッド攻撃にさらされており、我が国のインフラも攻撃を受けていると述べ、ロシアの黒海とバルト海での挑発行為について触れた。2022年にロシアによるウクライナ侵攻が始まって以来、ドイツのウクライナに対する軍事支援規模は2番目に大きく、ドイツはロシアからの破壊工作の企てに対して高い警戒を続けている。メルス氏は、我々には歴史的な任務があるとし、それは数十年にわたって持続する新しい安全保障の枠組みを構築することだと訴えた。さらに、我々が自由主義的な世界秩序と呼んでいたものは、多くの側面から圧力を受けていると述べ、自由民主主義と独裁の軸との間で、新たなシステム間の対立が勃発していると指摘した。ドイツの兵器会社ラインメタルの CEO、パッペルガー氏は、ウクライナへのスカイレンジャー防空システムの供給を発表した。ロシア軍による遠距離攻撃は大型のドローンとミサイルが混ぜ合わせられています。これらに対して対処するためには数多くの防空部隊と防空ミサイルが必要です。このうち大型ドローンと巡航ミサイルについて対処できるのが今回ドイツからウクライナに渡ろうとしているスカイレンジャーです。スカイレンジャーは対空機関砲であり、この写真の上部のものがそうです。こちらの写真は同じく上部のスカイレンジャーに下の部分が戦車を割り当てたものです。他にもトラックの荷台にスカイレンジャーを乗せたものもあり、どのような車体に乗せるかは自由です。ラインメタルの説明によると、移動式防空システムスカイレンジャー。このシステムは 4km 四方の地域を制圧し、ドローンを完全に排除することができる。さらにドイツ連邦軍も関心を寄せているこのシステムは、現在のウクライナ情勢において極めて有用となる可能性があると発言しています。従来ドイツからウクライナに対しては対空戦車ゲパルトも供与されてきました。スカイレンジャーはゲパルトの上位互換の兵器であり、供与する数やもしくは販売契約が結ばれた数、その総数によってはウクライナの空を強力に守ってくれることでしょう。ただしここではどれほどの数が渡るかが問題となります。どちらにしても今のアメリカに比べればドイツの方がはるかにウクライナにとっては頼りがいのある相手となっています。さてロシア側の動きも見ておきましょう。ロシア軍は HIV の流行により感染した兵士の別部隊を編成する。ロシア軍司令部は肝炎と HIV の流行を受け、感染した兵士で構成された別部隊を編成し、ウクライナ軍の陣地強襲に派遣することを決定した。これらの戦闘員は専用の腕章を着用する必要がある。彼らの任務は最前線におけるウクライナ軍に対する攻撃と防衛拠点の維持である。前線における社会病の蔓延の問題として肝炎、HIV、結核に罹患した多くの兵士が契約兵として戦場に送られている現状がある。彼らは契約金を得るために医師から証明書を購入し、この事実を隠蔽しているとされている。ただし、これらの病気に罹患した兵士が戦争に参加することを明確に禁じる規定はない。カーネギー国際平和財団によると、ロシアによるウクライナへの本格的な侵攻開始以来、ロシア軍兵士の HIV 感染者数は 2000% 増加している。この急増は前線の状況、
特に軍人による無防備な性行為や薬物使用に関連している。今回の流行による人口動態と経済への影響は数十年にわたって続くだろう。ウクライナ侵攻の影響よりも、後にはさらに壊滅的なものになる可能性もあると、財団の専門家は指摘している。なお、15歳から49歳までの年齢層におけるロシアの HIV 感染率は 1.5%。これはほとんどのアフリカ諸国よりも高い数値です。例えば、エチオピアでは 0.9%、コンゴでは 0.7%、ナイジェリアでは 1.3% です。ロシアはこの指標においてヨーロッパ諸国に比べると3倍から15倍も高い数値を示しています。比較すると、ドイツでは同じ年齢の HIV 感染率は 0.1%、イタリアでは 0.2%、スペインでは 0.4%、ポルトガルでは 0.5% です。前線地域では麻薬を打つための注射の使い回しや、もしくは医療行為としての針の使い回しといったこともあり、血液感染といったものがかなり蔓延していると見られています。これらの人たちの中には生きて国に帰ってくる人たちもいるわけで、さらに本国における HIV 感染を拡大させる危険性を持っています。最後に地上戦の戦況についても見ておきましょう。戦争研究所の発表している地図がこちら。赤く塗られている部分がロシア軍が占領している地域です。最も激しい戦いが行われているのが東部戦線のポクロウシク戦役。この地域をめぐっての戦いにおいては情報がかなり錯綜しています。というのも、ここ最近ロシア軍の行動として実際にはまだ制圧していない地域においてもロシア国旗を掲げ、それをドローンで撮影し、ロシア軍はもはやこの地域を制圧したといういわゆる広報宣伝活動といったものが強化されています。しかし現実には両軍が戦っているその戦場の真っ只中での撮影といったものが行われることもあり、どこが実際の前線かかなり混乱させる要因となっています。ロシア国防省のゲラシュモフ参謀総長はすでにポクロウシクは包囲状態にあると述べていますが、実際にはそうではありません。一方、ウクライナはウクライナで反撃戦を行っており、ロシア軍を押し返しているとしています。双方の言い分が食い違う中においても、戦争研究所は慎重な分析を進めているようです。最速情報といったものからは少し遅れるわけですが、その分正確性については、戦争研究所の発表している地図を参考にした方が良いでしょう。ポクロウシクの北側で伸びていたロシア軍の侵攻。この部分について、ロシア軍の主張としては、まだまだ多くの部隊が奥深くまで侵攻しているとしています。しかし、その主張に対して、ウクライナ軍側は十分押し返しており、さらには突出している部分については、今まさに孤立させようと反撃戦を進めているとしています。ウクライナ側の一部の主張としては、すでにロシア軍は孤立させることができたと発表していますが、この件について言っても、過剰な報告かどうかは、もう少し様子を見ておく方が良いでしょう。どのみち言えることなのですが、日々前線における激しい戦いが続いていても、極端に大きく戦線が崩壊するといったことは双方ともに起きていません。ロシア側は人海戦術を未だに続けています。兵士の補充については、だんだんと厳しくなっているという情報は次々と出てきてはいますが、苦しみながらもなお兵士をかき集め、そして前線で攻撃を繰り返すといったことを行っています。一方でウクライナ側も兵士を集めるのにロシア以上に苦しんでいると言われつつも、それでもなお粘り強く戦いを続けています。2022年の本格的なロシア軍の侵攻以来、ドンバス地方は未だに落ちていません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。戦争が日常化することによって、戦争犯罪もまたもはやニュースにもならなくなってきました。戦争といったものが一旦始まってしまえば、民間人であろうとも何の容赦もなく攻撃されるといったことを知っておくべきでしょう。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また、情報の更新や整理に役立ったと思われる方は、他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もぜひともご検討ください。それでは次回の動画でまたお目にかかりましょう。またね。